首組みの食感って甘さも感じるし、はい。十分うまいんですよ。これのこのグビグビってグビグビってグビッチュおしゃれグビッチュのがおしゃー言うてこれグビグビじゃがやわーおしゃーって言うてそうです塩麹してないです。はい。グビグビが固まったらはい。一番美味しくないんですよ。塩麹した瞬間が一番旨味がないんですよ。何番出ます。その日のその取れたうちに持ってきて昼のうちにそれで勝負するっていうのはなかなかできることじゃないと思いますね。まあ自分のは本気でやる。できる範囲で本気でやる。冷凍食品使わずにできるだけ地元の野菜でできるだけ頑張ってやるっていう感じね。今日はもう西村さんに密着するみたいな感じで、ああ、そうなんですね。についていくみたいな。あ、最後まで。最後まで。ちょっと最後がいつかわかんないですけど。最後は寝るまでなんで。寝るまで自分のベッドで寝なかったら帰ってください。江戸木叩きお願いします。麻婆豆腐作ろうかなと。はい。だしま鶏の皮、だしま鶏ってまあうちの使ってる皮で、はい。まあ油とコク出そうかなと。外にあるフックに頼ったらなんとかなるかもしれんけど、電子レンジが遅れる。それやったら。
天満福田山麻婆豆腐ですね。ただ、これは何人前ぐらいのすごい量です。いや、これでもけど多分100あ、そういう。いってないんですね。200ぐらいを作る感じで、平日は。で週末は300ぐらいか250ぐらい気持ちで作りますね。すごい。全部で200とか。全部でそう、肥料で合わせて。はい。スペシャル海鮮丼。海鮮丼やけど、ずっと考えよって、うちもこういう海鮮丼なかったんですよ。はい。で、いやもうほんともっと切り刻んで、もうバーンって乗せるみたいな。はい。結構、跡形もない、何が入っちゅうかもわからんみたいなやつやったけど、海鮮丼らしくしたらないかなと思って。やけど、高知って海鮮丼にしてみんなが美味しいって思う魚があんまりないがやね、高知って。サーモン、エビ、ウニ、イクラっていうものまた取れんき。どの店でもやっぱサーモン使うけど、とか甘エビとか、高知のもんじゃないき。あ、そういうことそうなんかないかなってずっと考えよって、たたきと、ほんで泥目を入れたら、格好つくなと思って、今の形になったので、ちょっと綺麗ですね。10年目にして。10年刺し盛りみたいな感じで。そう。結局もう丼の上に刺し盛り作ろうぜってなって。牛すじ煮込みでございます。ナス。ナスってバターとオリーブオイルとごま油3種類使って、ナスに吸わしていきます、油を。ごま油とオリーブオイル吸わしたら、結構ピーナッツみたいな味がするんですよね。それでバターが合わさったら。で、最後はこの自家製のミックスでしてあげれば、ナスの水と炒めが出来上がりです。だから結構ナスに油を吸わし切る見極めが重要ですよね。なるほど。これまだ吸ってないんで、吸ってくるんで。で、油が余ったら捨てる。あんまり吸わせすぎてもよくない。いや、吸うことはいいんですけど、吸いきれんぐらい油だったら、さすがにもいいな。もたれちゃうんで。美味しそうな色になってきました。ナス。ツンツンってやったら、こう、ふにゃっとする。ほぼ高知のやつね、全部。ほとんど全部。それは明日の動画で。後半で。
なすみと上がった。サワラ。これが本田原。ちょっと固まっちゅう。でこれがさっきこれが一中。神経を抜いてる顔に。抜いてるんですね。神経抜いてますね。これ次のタチウオ。でこれも神経を抜いてる。これグビグビってグビって言うグビッチュグビッチュおしゃ俺グビッチュのがおしゃー言うて俺グビグビじゃがやわーおしゃーって言うてそうです白硬直してないはい。もう生き締めされてるっていうか。来年から松本式やっていこうと思うんですよね。はいはいはい。究極のチルキックやってはい。両方でやっていこうと。あとはもうグビグビから、アジをそうやね。グビグビが固まったら、はい。一番美味しくないんですよ。死後硬直した瞬間が一番旨味がないんで。あ、ないんですか。ない死後硬直してしまったら。はい。でそこからはもうすごく時間とともに旨味が乗ってくる感あじ、じゃあ時間を経過させなきゃいけない。そうです。ほんでやっぱけど食感ですよね。やっぱりそのグビグビの食感って甘さも感じれるし、はい。十分うまいんですよ。だからそれが途端に固まった時点で味がね、本当に不思議なことに感じないのですよね。科学的な話じゃないですけど、はいはい。科学的には絶対置いた方が。あ、そうですね。そうですね。グビグビマスターとしては。何番出ます。22か。あ、まあ22で。22でいい。詰められた。いや、そうなんよ。金曜日。
ワンポイントアドバイス。ワンポイントアドバイスがこうなきましたね。こんな時にすいまああ、いやもう神経を抜いた、せん。はい。鼻から神経を通しちゅうはい。魚は締めてない場合が多いんで、はい。はい。はい。エラをですね、のけてあげて、で水の中で押してくださいね。血抜きですか？そう、血抜きしてあげないと、はい。身が血まみれになっちゃう。このままさばいた。ああ、いらっしゃいませ。プログラムは経験者向け。いやけど僕博多の店で24時間やりいう店、寿司屋みたいな店、はい。あの動画見てかっこいいなと思いましたね。永遠魚が運び込まれて永遠魚さばかない。さばいてる。20時間。結局やりよったら24時間やらなきゃなったかやろね。どうせ人おるしエロやろってやったらマシやろって。そうです。家賃もかかるわけです。うん。お願いします。はいよー。この酢出したらんと。
生姜焼き3つ、牛すじ煮込み、うどんミニカイ全部出るね。カツオ、瓶のマグロ、ハマチとなっております。ありがとうございます。でお醤油はこちらの方をお使いください。またご飯と味噌汁おかわり自由となっておりますので、すぐさに店員の方を呼んでください。はい。ありがとうございました。
なんかとんでもないボリュームやと思って食べきれるんかなこれ。コロナではい営業時間が結構変わっててこと8時閉店なんですよね。早いですよね。はい、めちゃめちゃ早い。だから夜のお客さん全然取れない。もう本当に夕飯食べに来たぐらいの。本当夕飯も間に合わないんで。間に合わん、そう間に合わん。間に合わない。急いでこなきゃ。コーチの人はこれが当たり前なんですか？いや、当たり前じゃないです。そうですね当たり前ではないです。じゃないですよね。やっぱここだからっていうのはあります。まず昼に鮮度の魚食べれるところ。お昼に味が入ってこないってことですか？入ってこないというか、まあそう仕入れれないっていうのもそうですし、それをやろうとは思わない。誰も過酷なんで。なるほど。見ていただいたようにずっとさばきながら営業やったじゃないですか。ギリギリに来て。そうギリギリに来てっていう。けどそうやっぱどうしてもなっちゃいますよね。朝どれのものを仕入れてやろうと思ったら。それだから、まあ、気持ち次第と言いますか。普通夜のね飲食店とか割烹とか、寿司屋さん。その日のその取れたうちに持ってきて昼のうちにそれで勝負するっていうのはなかなかできることじゃないと思いますね。すごいですね。強い気持ちが必要やね。強い気持ち。そうそう届けたいっていうかね。そういうところなんでしょうねきっと。いい気持ち。食べてほしいとか、その気持ちはもう確実に強いんですね。社長は。なんていうか小さい店のうちはまだええけど、大きくなったらなんかより過酷さが増していくよね。はい。なんかわかる気がします。ということで、来年にですね、一応魚屋さんをやることになってます。来年魚屋さんやっても、魚屋さんに全部集めて、バサバサさばいて、仕込みを極力全部なくすっていう方向に、現場の仕込みは極力減らすという方向で、今、ちゃんと人間のことも考えてやらないと思って。今後のことも。今後のこと考えると。ここの店舗これがだけですか？ 2店舗2店舗分。 2店舗分ですね。そして今日も西村商店はい。こう2個ずつまずあとは下ろして店舗展開余儀なくされちゃうんですよね。余儀なくっていうか、もうやっていくってことですよね、だから。いやあんまりやりたくないですよね。結局スピードレースですからね、それって終わりがあるレースですからね。ね、切りないというか、どこまでやるんだみたいな。いやし、まあ結局じゃあ原価率縛られると今度は身動き取れない。ああ。FL コストが何パーとか。
それにね特化していったらもうだんだん業種というか全部養殖になっていったりとか。あ結局すごいある店良かったのに次行ってみたら何店舗が増えて会社になっちゃったらあれみたいになっちゃったみたいなのがそのパターンですよね。まあよくある話ですよね。うんまあ仕方ないですけど。まあそこにまあ上がらってき続けて10年ですけど、なるほど。どこまでも仕入れ力を強くしていくけど、どこまでもね食品の値上げが追いつね上がっていくっていう。いや考えれない値段で仕入れてるんですけどね。じゃあ考えれない値段で仕入れないと運営できないような状態になってるっていうのがやばい。そうです。人は僕のことをね、ヤシャ車って言うんですよ。自分で名付けたやないかい。自分で自称やったりそれ自称誰も呼んでないです自称ヤシャ車。火の車とかじゃないですから、自転車操業とかじゃないですから、ヤシャですから。危ないですヤシャは危ない料理上がります。料理のはいメニュー数が多いじゃないですか。はいはい。それはこうなんでですか。それわざとこういろんなものを食べれるからみたいな。大変なところもあるじゃないですか。そうですねたくさんあると。けど、なんていうかね、まあ、いろいろあった方が良くないですか。まあそうですけどお客さん。いろいろあった方が、ね、いいんじゃないですかね。やっぱりレストランですから。ああ、うんそういう立ち位置なんですね。ねえ、立ち位置がレストランなんで。いろんなものが高いレベルじゃないですか、みんな。はいはいはい。まあ高いレベルかどうかはちょっと、まあ、皆さんの判断の話で。そうですけど。まあ、自分らは本気でやる。できる範囲どの料理もで、できる範囲で本気でやる。冷凍食品使わずに、できるだけ地元の野菜で、できるだけ頑張ってやるっていう感じね。炒め物があることによって、が生きてくる。あこいつらは他も生きてきちゃう。あと、もともと僕は居酒屋なんで、居酒屋からなんで。はいはいなんで、なんていうか、もともとコースとかもするじゃないですか。はい。飲み物のコースとか、料理だけのコースとかも、はいまあ、するんで、やっぱり、どうしても日の周りの仕事って多いじゃないですか。やることって。ちょっと待って。それ取ります。いや、いいですよ、先生。普通のお客さん見れないですからね。あ、ここまでやるんだと思いました。いや、やります。やらないです。危ないです、やらないと結構。そういうことです。結構。なんですかね。まあ、とにもかくにも、やっぱ一番やばいのは多分、黄色ブドウ球菌なんで。あいつがやばい、とにもかくに。取って、はい。自分がこう食べた。で、直箸でこう取り分けて、はいはいはい。食べて。で、それ腐りますからね。ああ、その。直箸でやったら腐りますからね。やっぱ人間の唾液とか、発酵するとか、普通は大丈夫かなと思うけど、全然大丈夫じゃない。はい。結構どれだっけ
パン粉でパン粉つくかなっていう心配があるのよね。ほんで仕入れを社長がやってるんですか？全部やってる。他の人もお魚は僕です。おはようございます。何が上がってますか？取れますかね？もう一回って。これから3000円しようぞ。それは無理ですね。やめてきます。これブリの何万円が見てない。買います。お願いします。1280円。どうですか？行くよ。行く。そうですね。なんかカツオ高知有名ですけど、カツオの豚バリ5割ぐらいなんで。県外の人も、そうですね。高知の人も。魚食ってくれっていう。そうですよ。じゃまともじゃない。うまい。うまい。